こんにちは。ウニアトリエの加藤です。今日はですね、数ある絵の具の種類の中から、油絵の具のオイル、描画油ですね、絵を描く時のオイルのお話をしようと思います。前にですね、ペインティングオイル、絵を描く時に、絵の具を混ぜる伸ばすというかね、ペインティングオイルさえあれば、絵が描けますよという話をねちらっとしたと思うんですけれども、油絵を始めたばかりの人が一番よく使うというかね、大事な、絵の具を混ぜる、絵の具を溶くペインティングオイルで、これだけでね、これ1本あれば、例えばちょっと今出しました、これですね、ペインティングオイル、カタカナだとペンチングオイルって書いてありますけど、これがもう調合されてる、見えますかね。すでに調合済みのオイルがペインティングオイルで、初心者の方は、これさえあれば絵が描けますという、そういう、便利な製品で、メーカーがすでに調合しています。でこれをですね、これ小さい 55ml 入りの瓶なんですけど、もう半分ちょっとしか残ってないですね。これアトリエの貸し出し用画材で、初心者の方に使っていただいてるやつなんですが、自分でこれ道具を揃えて始めて、で、だいたいこれ1本分くらい使い終わった頃に、そろそろね、初級者というか初心者から中級者に、ステージをねアップしてほしいなと私は考えていまして、これを使い終わったらですね、次はこの2つを自分で調合しましょうっていう、そういうふうにお話してるんですね。でこれ何なのかっていうと、リンシードオイルと、ターペンタイン、テレピンとよく呼んでいますけれど、呼び方が違うだけでターペンタインのことを、テレピンと呼んでいるんですけど、これがですね、これを調合してペインティングオイルを自作すると。で、このね、揮発性油っていうのが、揮発するっていうのが2種類ありまして、テレピンと、ペトロールで、同じように完成油っていうのも、2種類、代表的なのがありまして、リンシードオイルと、もう一つはポピーオイル、こんな風に、これ代表的な2種類ずつを挙げましたけれども、こんな風な種類があります。で皆さん結構最初迷うと思うんですよね。いろんな種類がありすぎて何を使っていいか。なので私は初心者の方、それからこれからね中級者になろうという方には、揮発性油、どちらかあればいいんですけど、テレピンをお勧めしています。はい、その理由なんですが、ペトロールっていうのは石油系なんですね。石油から、生成して作られる、石油だと思ってください。それに対してテレピンの方は松の樹脂を生成して作る、植物由来の揮発性油なんですが、こちらの方が乾きが早いです。ペトロールの方が若干遅いです。そういった理由でテレピンをお勧めします。もう一つは、テレピンっていうのにはアルファピネンという成分が含まれていまして、画面をね丈夫にしてくれる、ちょっとお得なんですね。そういった理由がありまして、どちらか迷ったら私はテレピンをお勧めします。ただ匂いが独特なので、テレピンの匂い苦手っていう方には、ペトロールも結構臭いから、ここは好みが分かれるんですけれども、特に、匂いにこだわらなければというか、テレピンの匂い大丈夫なんであればテレピンをお勧めします。で次に完成油、これは言ってみれば接着剤、糊の役割を果たすものです。糊と薄め液ですね、薄める、薄め液、こういう関係なんですけど、この接着分というか糊分のリンシード、これは、リネンシードってアマニ油ですね。食用でもアマニ油ってあったと思うんですけれども、麻の、実を
絞って作ったのがリンシードになります。で、もう一つはケシの実ですね。ポピーの花の種の実です。でこれ私はねリンシードをおすすめしています。なぜかというとリンシードの方が、若干ポピーよりも早く乾く。早い。それからこれも早いんですね。早く乾くっていうことと、それから丈夫。早く乾いて丈夫。絵の具を丈夫にしてくれるという意味でリンシードをおすすめします。ただ、じゃあポピーはどういう、それぞれメリットデメリットあるんですけれども、ポピーはどうかっていうとポピーは乾きは少し遅いです。で、リンシードの方が、ここにちょっとポピーオイルがないんであれなんですけど、リンシードの方が若干ね色が黄色っぽいというか、色がねちょっとついてます。なのでホワイトを多用する、白い色を白く見せたいっていう理由でリンシードではなくてポピーオイルを好んで使うっていう方もいます。なので、絵の種類によるんですけれども、最後の仕上げなんかでホワイトを発色よく見せたいからリンシードではなくてポピーを使う、そういうことはあると思うんですけれども、ただ絵っていうのは、単体だけで、色のね響き合いって決まるものじゃないので、そこまで神経質にそのホワイトにリンシードを使ったから、白色が黄色く見えてる人は、ほぼいないんじゃないかなと僕は思います。なのでそこまで神経質にならなくともリンシードだけでも十分白さを表現できると思うので、テレピンとリンシードの組み合わせをおすすめしています。でメーカーが絵の具を作る時に、それから、調合油を作る時に、どちらかを選んでるんですね。ポピーとペトロールで調合したオイルを売ってたり、リンシードとテレピンを調合したオイルを売ってたり、こういう調合と給っていうのにも何を調合したのかって、書いてある場合だいたい聞けば書いてあることが多いんですけど、その辺は好みで選んでください。おすすめはテレピンリンシード、この2つの組み合わせになります。あと今代表的な2つを挙げたんですが、この調合時油っていうのにはこの2種類に、あとは樹脂というのは、絵の具にツヤとかテカリを出す、そして乾きを若干早くする、そういったものが含まれます。この2つプラスその樹脂ですね。樹脂とあとは速乾剤っていうのは、シッカチーフって言われる、金属系の、添加剤なんですけれども、それを入れることによって、乾きが早くなる。そんなわけでこのペインティングオイルには、例えばですねリンシード、テレピン、それから樹脂とシッカチーフっていう4種類をブレンドして作られていると思ってください。ただ、皆さん自作するときに、その4種類なくても、そこまでなくても大丈夫です。主にこの2つ、リンシードとテレピン、この2つがあれば、特に問題はないでしょう。でこれにやっぱりもうちょっとツヤを出したいという時には樹脂を混ぜます。そして乾きをもっと早くさせたいっていう時には、今言ったシッカチーフだったり、あとは、速乾性の樹脂のメリウムがあるんですね。そういったのを加えていきます。今度はですね、次になるかな、その樹脂のお話、シッカチーフのお話、メリウムのお話、それぞれね順番にしていこうと思います。今日は大事なところ、この2種類をねよく覚えておいてください。ペインティングオイル1本使い終わったら次は自分で調合しましょうっていうお話でした。それではまた。